素晴らしいです。俺は逃げたんだよ。おもてなし。親父になるだけで嫌われることがあるから、勇気持ってザムザムな感じでやっていきましょうね。皆さんこんにちは。スティーブテキシ店のスティーブです。いつもね、日本から帰ってくると、日本のいいところ、日本の悪いところ、アメリカのいいところ、アメリカの悪いところ、久しぶりに行くと普段は見えないところは見えてくるので、改めて今回日本の旅の気になったところについてちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。いつも日本から帰ってきて思うことというテーマですね。まず今回気づいたこと、数年前から気づくことなんだけど、日本に外国人が多いですね。昔もう90年代に初めて日本に行った時は外国人は全くいないわけではなかったんですが、今と全然違いますよね。どちらかといえばたまに新宿とか渋谷とかに行くと日本なのかなっていうぐらいは外国人が多いですね。もういろんなところでね、中国語も耳に入ってきたり、英語も入ってきて、いろんな外国語の耳に入ってくる。それと日本に住みながら仕事している外国人も多いですよね。コンビニとか居酒屋とかホテルなどのところでものすごい日本で頑張っている外国人が多いなって感じますね。と言いながら、なかなか日本の生活とか日本の仕事も外国人にとってやっぱりカスタマーサービスの面とかやっぱりちょっと落ちるところもありますね。今回は東京以外のところにいろんなところに行きました。地方の良さとかも分かんなくなっちゃうんだよね、行かないと。で、今回行きましたよ。面白い仕事で、今度スティーブテキシ店にも流れるんですけど、今回はですね、新潟、燕三条、岐阜県の関市、それと名古屋にも行って、久しぶりにそれぞれはね、行ったことないところもありましたよね。いろんな企業とかいろんなところ、日本の田舎にすごくいいことがいっぱいある。東京、大阪だけ訪れる外国人も多いと思うんですが、そこから出て、人が多すぎから、ね、たまに出て日本の本当に地方、田舎、めったに他の人があんまり行かないようなところに行った方がおすすめですよ。美味しいもの食べられる。その地元の良さとか見れる。燕三条。あんなに昔からメーカーさんがね、その工業団地みたいなところあって、すっごい工具メーカーとかいろんなところをね、見てきましたよ。フライパンとかって昔ながらの作り方で、まだそういう会社がいっぱいある。関市に60歳、70歳、まだ昔のままで磨いたりしている人も見てきた。そういう日本まだあることが素晴らしいよね。鍛冶屋にいたんですよ。その鍛冶屋の人と面白い話できたんですよね。鍛冶屋にたまに外国からも、日本人もね、たまに体験しに来る方が多いです。どういった方が来ると思う？普通は。スティーブみたいな人なのか。自分を答えてみた。普段は仕事では物を作ったりするような人じゃない人。ピンポンだったんですよね。ということは、今のね、この現代素晴らしい、もう何でも新しい、これからどういうのがあるのか理解も超える、想像を超えるぐらいのすごい世の中に、人間のベーシックなところがやっぱり必要だなと思うんです。自分の手を使ってハマで物を叩いて自分の刀を作る。昔のね、もう今ね、オンラインで何でも配信されてるの中で出版物とかもあんまりない。出版物を開いてこう新聞でもいいし雑誌とかなんか懐かしい気持ちいいところある。そこには人間には必要なのかなと思って改めてなんか感じましたよね。今回は本当は気づいたことは日本はね、日本料理が美味しい。日本食、日本のものがめちゃくちゃ美味しいものが多いですね。早くて美味しくて安い。っていうのもね、特にアメリカのものと比べると日本はね、安くて美味しいものを食べられるというのはね、感じました。それと今回はですね、お風呂、ホテルにサウナとホテルにお風呂のついてるところに泊まって、お風呂にね、入る。アメリカでそういうあんまり文化がないからこそ日本にいてそういうホテルに泊まってお風呂に入れたっていうのはすごいね、気持ちよかったって。肌もね、もう本当にツルツル、すごいいい感じになって、すごい気持ちいいなと思ったんです。暑いのに気持ちいいんだよね。と言いながら、残念ながら今回もですね、ショッキングなことはいくつかありました。今度動画にもなりますが、日本人のカスタマーサービスはすごいところはすごいですね。
すごいところはすごい世界一だと思うんですが、残念ながら今回はたまたまだったのかな。サービスの最悪のところに悪い目にあったのかなと思ったんですね。一回は茨城で今度動画を楽しみに、納豆料理の専門店での経験でしたね。それと最後の夜はね、新宿のアルタのパスタ屋さんに行って、すごいパスタが美味しかったんだけど、残念ながら日本人のスタッフのマナーと質があんまりにもこうだったので、悪いことでね、本当はちょっとそれ印象に残ってしまったんですね。あと、日本人のサラリーマン、かわいそうな部分はありますよね。本当に辛い、大変。もうね、昔はね、本当にね、80年代、90年代でね、年功序列、それと終身雇用、そういったもう昔から日本の大きな企業に入れば、本当に定年まで、もう退職までずっといられるというシステムがあったんですね。で、一生懸命働いて40代、50代になって、突然この世の中、この経済、日本の事情などがいろいろ変わる中では、自分はひょっとしたらクビになった。どうしたらいいのか、これから先はどうやればいいのかって、ふらふらしながら全く分かってないサラリーマンが多いと感じましたよね。というのは、お昼の時でもお酒で酔っ払ってフラフラしながら新宿でも倒れて、休日にでもスーツ着ながら倒れた日本人のサラリーマンがいっぱいいましたよね。かわいそう。本当にフレキシブルにね、固まった頭じゃなくて、もうフレキシブルにならないと、この先まだまだいけるぞっていう、そういうのはちょっと応援したくなったぐらいはですね。と言いながら、すんごい嫌な親父もいるんだよな。電車の中に乗ってお風呂最後にいつ入ったのかって気持ち悪い。うちのニノが誰よりしてるんだけど、隣に座った瞬間でティッシュを出してみたいなのを汗かきながらやったの。俺は逃げたんだよ。ニノが日本人らしくてそこに座ってどうしたらいいのかって、早く逃げようってね、ニノちゃんすごい嫌だったんでね。そういうプロテスクなところはね、親父になるだけで嫌われることはあるから、それ以上のああいうのをやると気持ち悪いぜ。やめた方がいいっていう一つはですね、アドバイスでございます。日本の電車、昔からも動画では日本の電車は時刻通り、日本のバスも時刻通りですよ。アメリカ人としては本当にそれを見ると驚く。でもスティーブさん、よく日本の電車でも遅れることがあるよって、あるよくありますって、すごい迷惑がかかってる。分かっている。もうしょうがないってね、いろんな事故とかもあることもね、非常に残念なことなんですが、基本的に時間通りで、もうアメリカの感覚言ったらもう完璧に 150% 以上の正確さで動いてるのは、アメリカ人として日本人の皆さんに、特に JR、地下鉄、メトロなどの皆さんが本当にすごいなと、もう頭下げます。本当に感謝です。素晴らしいです。あんな複雑な東京メトロとかっていろんなところの中であんなスムーズに、基本的にスムーズにトラブルなしで自分たちをコントロールできないところはもちろんあるというのを理解してあげましょうね。その話もあります。人身事故もあるんですが、アメリカもね、確かにね、狂ってるもう人が多いです。いろんな事件とか、いろんなもうこういうね、ピストル事件とかってもあると言いながら、今回は日本に行ってる時に京都、そのアニメーション会社の事件もあった。札幌の若いお母さんがね、娘さんに食事与えなくて、乱暴でタバコもその子供にありするような事件もあることは、本当にこの世の中でね、どうなってるのかなっていうのは本当に嫌に感じましたね。皆さんね、お互いに頑張ってやっていきましょう。ストレスある世の中ではね、他の破産の仕方がある。日本人、アメリカ人とかそうじゃなくて、人間らしく正しく考えていきましょう。自分を守れない若い人たち守っていきましょう。それだけです。それだけの簡単なメッセージ。日本にいるとすごい運動になります。日本はジムに行かなくても歩くだけで、もう汗かきながら、階段使いながら、ホームから階段とかは使った方がいいよ。ね。それすごい運動になる。ジムに行けない時でも、本当にカーディオのこのランニングに負けないぐらい、すごいフィットネスになる。と今回気づいたことは、いろんなところに回ったんじゃないですか。
いろんなところにスティーブ的視点のファンがいることが嬉しいですよ。でもね、一つ言うときたいです。日本人の中ではシャイな人が多いですね。アメリカ人の中でもシャイがいるんだけど、たまにこういうのも見てるからね、分かってるからね、たまに友達に携帯開いて見えてるからね、見えてるから、その時にね、別にね、遠慮しないで、別にね、もう言っときます。スティーブさん、こんにちは。あ、スティーブさんですか。いつも見てますとか、一言声かけて、全然大丈夫だからね。忙しくても、そこでバタバタしていても、少なくてこれでもいいですよ。言葉いらないから。スティーブ、これだけでもう意味が通じるから。ね、シャイな人じゃなくていいですよ。いつまでシャイだったら後で後悔するからね。後で声かければよかった。スティーブだけじゃないですよ。自分会いたい人にね、チャンスだったのにやればよかったって間違いこそなるから、勇気持って最低でもサムズアップな感じでやっていきましょうね。最後にいつも感じることは、やっぱり日本人のほとんどの方が外国人に日本は素晴らしかったな、日本を好きになってもらえるように努力する、何でも最初から最後まで頑張ってこうやる日本人がいっぱいいますね。いっぱいいます。っていうのは日本人でもね、それ国民性であって気づかない人が多いかもしれない。一つの例があります。帰りの飛行機はいつもデルタ、最近デルタは頑張ってるぞ。アメリカの飛行機会社の中で少なくてデルタは頑張ってるからおすすめです。隣に座ってたもう若い白人のお姉さんが21歳、22歳ぐらいで初めて日本に行った。ちょっとね、悪い目にあったことがあって、道の案内で困ってた時があった。日本語全く喋れないんだけど、日本人の方に声かけて、どうやってここに行くのかと。で、その方がね、日本人らしく、ご案内しますと。ただ、こうやってあっち、左、右、こうやってっていう案内だけじゃなくて、やっぱり送りに最後まで送ってくれたって。なぜでしょうとかって彼女から言われた。これは日本人のすごいところだよって。日本人としてもう英語喋れなかったでしょ、いや、あんまり喋れなかったとかって言うから。いや、それでもあなたは困らないように日本のおもてなしのいいところを見せてあげたかったよ。それは最後の目的地までちゃんと見送りにということは、その人の中にもそれはあった。考えずにそれはやりたかったんで、多分その人もすごい嬉しかったと思うし、あなたも嬉しかったって。そういうのはね、あって、今回は嫌なことがあったんだけど、どう？また日本に行きたい？行きたい。また行きたい。じゃあ、それは結果的には、サムズアップ。この T シャツはスティーブ的視点のショップ Amazon Japan。スティーブ的視点を検索していただければ、ほら意味わかりますか？スティーブズ POV。これスティーブ的視点プラスサムズアップイクルこれですね。そういう意味です。というのは簡単に誰でももう文字何も読めなくても見るだけで意味が伝わるのかな。ぜひチェックしてね。次回までまたこういうガレージトークでスティーブさんこれはどう思いますか、日本のこういうついてはどう思いますかというトピックに興味のある方、これは聞きたいな、スティーブの意見聞きたいな、知りたいなっていうのがあればコメントの方に残しておいてね。では次回までよろしく。サムサム。